ブリーチウェイ。今回は9月26日早期アクセス開始予定の SF デッキ構築ローグライク。ゲームキーもらったから遊んでみたけど意外と難しいぜ。それがお好きなんでしょ？ですです。それでは SF 世界に、レイっちゃおう。でトリマチュートリアル的なステージをクリアして冒険開始。早速セキュリティドローンが襲ってきたぞ。ここからはカードが見にくいので字幕表示なし。字幕欲しい人は字幕ボタンをクリックだ。この世界での戦闘はターン制で1ターンごとにカードが自動でドローされます。でそのカードを使うにはジェネレーターのパワーが必要でそれもターンごとに出力されます。リアクターから出力されたリソースは3種類に分けられて、これを消費してカードを使うぜ。赤いのが主に攻撃で緑がバリアー系青がその他って感じかな？横にプラスって表示されてるのが次のターンに追加される値。これは右クリックでジェネレーターからの供給量を変更できるので、自分のカードデッキのバランスに合わせて調整だ。1ターン目が終わり、バリアを使ったのでこちらにバリアの残数が表示されております。残数は6、これが削られるまで戦隊にダメージは食らわないぜ。2ターン目に入り敵のシールド装置を攻撃して破壊。精密射撃できる武装の場合、敵の装置を狙ってこうやって破壊することもできるぜ。これで敵さんは3ターンバリアー不可、今のうちに攻撃を叩き込め。ちなみに敵のもう1枚のカードはレーザーパルス、ダメージは4だけ、こっちのバリアを4以上にしてれば楽勝であります。火力を上げて兵装を破壊するか、それともバリアで耐え忍ぶか戦略の好みが分かれるな。んなわけでバリアー晴れてるし楽勝モード、ちなみに戦隊の HP はバリアーの下に表示されております。その下にある赤い湯気みたいなマークはなんだ？これはヒートで限界を超えて熱くなると戦隊にダメージ入るやつ。ヒートが上がるけどジェネレーターの出力が上がるとか、敵の攻撃でヒートが上がったりすることもあるよ。簡単そうなカードバトルに見えて意外と複雑。ルールが理解できなくてチュートリアルでも空中爆散したよ。おい。こんな感じで説明してたらバトルは終盤、敵の HP は残り1。これならノーダメで倒せそうだな。まあ最初の無人機ドローンだしこんなもんか。と思ったらカード切れでカードドローなし、とどめが刺せぬ。あ、敵のバリア装置が復旧してバリア張られちまった。カードが山札に戻るまでのターン数とかもあるのでこの辺も考慮した戦いも必要になるよ。よしバリアを突き破った、とどめだー。キャッハー、汚い花火だぜ。でリザルト画面はカードとサルベージ。あと金っぽいのもゲットだぜ。ではカード選択でデッキを構築。追加できる枚数には上限があって、それは兵装で変わってくる感じ。始まったばかりだからどの兵装も空きスペースあるぜ。このウェポン強化とかヒート1上がるけど、赤パワー4上昇とかできて面白そう。でもターン終了時に最大4赤パワーなくなるピーキーなカード。トリマ無難な防壁のカードにしましょ。リソースコスト高めだけど無難なバリア10上昇。レイムはバリア重視のデッキ構築を選択したのであった。初戦を勝利で収め船を進めるとイベント発生。6隻の船を沈めろ。報酬は150クレジットだ。君の将来への投資だ。武器を持ってけ。んなわけでミサイルラックマーク 1A をゲット。なお今回のプレイでは使いません。さてここからは航路が分岐してるけどどうしようかな。青い航路は一方通行だけど燃料の消費がなく、黄色い航路は移動に燃料を消費する感じ。燃料の在庫は4、寄り道するなら4回までに留めておきたいな。トリマ買い物したいから宇宙ステーションには寄りたいかな。敵対関係なんてのもあるからうっかり敵対してるステーション行かないようにな。多分買い物できないぞ。あいよ。じゃ船を中央の航路に進めましょ。不満を抱いてる修理ステーションの座標が追加されました。まあ特に寄る予定もないのでこのままスルーで。おっと敵さんお出ましだ。さっきと似たような感じの敵が出現。安定の早送り案件。相手のバリアを破壊してこちらはバリアを維持するだけの簡単なお仕事。相手の火力が低くてこちらのバリアを抜けないから、ジェネレーターのバランスを見極めれば楽勝な相手だぜ。てなわけでノーダメ楽勝でござる。汚ねえ花火が宇宙に咲いた。報酬クレジット24。しょぼクレジット150を使ってリアクターをパワーアップ。毎ターン出力が1上がるのは普通に強いぜ。お次もエネルギーを消費しない青い航路を進むとイベント発生。輸送路の確保を手伝ってくれ。報酬は60クレジットだ。もちろん受託ってめっちゃ遠いやーん。燃料消費して迂回すればいけなくもないな。こんなん虫だ虫、まっすぐ進むぞ。輸送路の確保を手伝ってくれ。報酬は60クレジットだ。同じイベント来たー。おい。しつこくお願いされたら仕方ない受託しましょ。今度はそれほど離れてないな。宇宙ステーションの買い物ついでに立ち寄ろうぜ。そうしましょ。で問題もなく宇宙ステーションに到着。ステーションにドッキング。まずは乗組員のアクティビティで交流を深め式をアップ。式を消費することで戦闘中に特技みたいのが使えるぜ。お次は AI の乗組員の取り外し。いいのか AI 外しちゃって。
格納庫に持ってって売却します。こいつ100クレジットで売れるので。さらば AI フォーエバー。敵を破壊してゲットしたサルベージと最初にもらったミサイルラックも売却。これでクレジットは222、なんか買えそうだな。既存の兵装に追加で付けれるパーツを買おうかと思ってたんだけど、これだってのはなさそうだね。いまいち。ストアの武器も買えるけど魅力は感じず。結局またリアクターをパワーアップ。出力を上げる、普通に強い。残りのクレジットで迷ったけど燃料を購入。輸送クエで寄り道予定だしな。輸送クエの目的地に到着すると海賊船のシグナルを発見。敵はこちらに気づいていない。背後から吸収だー。3リソースプラスで戦闘開始だ。俺のターン、節約のカード。このターンに赤リソース2を使うと緑リソースが1増える補助カード。防壁展開バリア銃。敵の武器はレーザーパルスとフラッグ弾幕、高火力構成だ。撃て1ターン目は敵にバリアはない。今のうちに削れー。敵の兵装はレーザーパルスとフラッグがマックスの7当たるとこっちのバリアが抜かれるぜ。ではクルーの特殊能力緊急シールドを発動。式号使いシールド4を追加。オットフラッグ被弾ダメージ4、特殊使うまでもなかったな。2ターン目、オットバリアが2枚出た。バリアマシマシ。これでバリアは22、そう簡単には抜かれないぜ。目標敵フラッグ兵装、レーザーパルス、発射敵フラッグの破壊に成功、これで楽勝モードだぜ。動画の尺が長くなりそうなのでここからは早送り。おい。戦闘の紹介するならボス戦に尺取りたいので。このゲーム戦闘面白いけどゆっくり実況で流すには一戦が長すぎ。どちらかってとライブ配信向けのゲームだね。だな。てな感じで今回もノーダメで勝利。クレジットとカードをゲット。追加のカードは火力を上げるためカタリストパルスを選択。ダメージは4と控えめだけど、このターンのパルスカードのダメージが1上がるややトリッキーなカード。戦いに勝利し無事輸送クエも完了。60クレジットゲット。お次は宇宙ステーションに立ち寄るもお金が足りず何も買えません。無駄足。お次は燃料の消費がないメイン航路に戻るため、敵対する宙域に入ったら救難信号を受信。足止めを頼まれたけどお断り。結果何も起きなかった。で船をさらに進めると未登録船が攻撃してきた。今回の敵はミサイルのスターフレアを装備してて結構火力が高く、バリアが間に合わず被弾。結果船体に8のダメージを受けた。まあまだまだ楽勝の範囲だね。そしてまた宇宙に汚い花火が咲いた。30クレジット獲得。しょっぽ戦闘終了後にエンジニアがサルベージして船体の HP4 回復。ナイスー。船を進めると戦闘勃発。下ので倒した。31クレジットとカードゲット。火力を上げたい。このブースターパルス強そう。でもこっちのクイックパルスもコスパ良さそう。カードの再使用までのターンも2ターンだし、こっちの方がお得かな。ではクイックパルスを採用。味方の経由地点に船を進めたらイベント発生。エンジン故障で困ってたのでエンジニアを派遣。したらお礼にサブシステムの物資貯蔵庫をいただきました。これは嬉しい。戦闘開始時に核リソースを2追加。マジ強い。そしてシールドジェネレーターに突っ込もうとするも入らない。これはリソース庫専用のサブシステムです。これはうっかり。無事搭載。お次は戦闘経験を積むため燃料を使って黄色の航路を逆走。敵さんお出まし。ヒーハー、従属度も爆散だー。38クレジットとカードゲット。選んだカードはシールドアンプリファイア。シールド適用中のみ使用可能な追加バリア。この戦闘で6隻沈めろのクエが完了。150クレジットゲット。で外周のメイン航路に侵入すると戦闘勃発。突然の奇襲でカードが2つ無効化された状態で戦闘開始。したけどクルーの能力でバリアを展開したりでさほど被害もなく無事勝利。初戦報酬36クレジットの雑魚よ。で船を進めるとステーションに到着するまでデメリット継続のイベントが発生。で隣が宇宙ステーションな件。意味のないクエ、私の左クリックを返してください。さあクレジットは443まで貯めた。一気に船をパワーアップだー。次がボス戦だ。クエのないように準備をするぞ。色々悩んだけど名前がかっこよかったのでサブウェポンカスケードイベントを購入。選び方が雑？余ったクレジットで結局リアクターをパワーアップ。リアクターのパワーアップは店じゃなくてもできるから、これなら先にやっときゃよかったな。では買い物完了出発だー。いざボス戦へ。って危ねえ。船体の修理忘れてたー。おっちょこちょいレイムさん、慌てて戻って修理するのず。みんな、覚悟はいいか。ボス戦だ。今までの敵とは違うぞ。全力で戦うぞー。英語でまくし立てるレイム。さあ最後の戦いの始まりだー。
敵の HP は75、こちらよりも25も多い。盾を掲げよのカードはバリア脅威の12、絶対に盾を掲げさせるなぁ。まずはバリアを展開だ。うちの船は防御重視、ボスの火力が高かろうと限界までバリアを張り続けるぞ。カタリストパルスは他パルスカードをプラス1アップするカード、2つはいらない、1つ使って盾を攻撃せよ。緑リソースが足りない、クルーの強制生産でリソースを追加だ。カタリストパルス、発射命中、盾を掲げよに2のダメージ。敵のターン、攻撃に備えよ。チタニウム砲弾被弾、バリアが4削られちまったぜ。この程度なら問題なし、シールドアンプリファイアこれでシールド10追加だ。よしこのまま反撃開始だ。カタリストパルス攻撃を上昇させろ、一斉砲火敵がシールドを張る前に破壊するのだ、盾を掲げさせるなよっしゃ盾を掲げよのカードを破壊。これで3ターンはシールドが張れないぜ。敵の攻撃、軽量弾追加のフラッグ。でも運よく最低の4ダメってさらにミサイル、次のターンに着弾するぞ。報復のカードでフラッグも即時再装填か。こちらはバリア1つ追加のみでターンエンド。ミサイル着弾、ダメージ6。再装填されたフラッグも着弾、バリアが4削られたか。このターンもバリアが1つ追加されたのでこれを展開してターンエンド。苦しいが今は耐える時だ。敵の攻撃が来るぞ着弾に備えようフラッグ弾幕にミサイル、さらに即席フラッグまで打ち上がった。ぐぬぬ、11ダメでシールドが吹き飛んだか。節約カード発動。赤リソース2を消費すると緑が1増えるやつだな。カタリストパルスで攻撃力上昇、敵の盾を破壊するのだ。全力砲火、始めくらえ、これが防御を捨てた全力攻撃だ。敵の盾の破壊に成功。しかしシールドがないのがやばい。クルーの能力で緊急シールド発動シールド4、心もとないぜ。ミサイル来たシールド無3、敵総攻撃来るぞあばなんちゅう火力持っとんねん。やべえ一気に戦隊ダメージ19も入っちまった。防壁展開、シールドアンプリファイア。これでシールドは20、まだ戦えるぜ。ここは攻撃を抑えるべきか？敵の盾の回復とともにまた総攻撃を。いや違う、このまま攻撃し、敵のミサイル兵装を破壊するぞ逆転レイム、敵の武器の破壊を選択。敵の攻撃来るぞ。頼むぜバリア。くそまた即席フラッグか。被弾7ダメージ、最大の10ダメージでないだけマシだが厄介な攻撃だぜ。ぐぬぬ、このターンバリアしか引けなんだ。うちの船は防御よりの構成だからこれもまた致し方なし。ミサイル来るぞ衝撃に備えよ。うおー、追加の砲弾とまたフラッグだ。25あったバリアがあっという間に7だと？うわなんか知らんが当たった。さらに3削られたぞ。そして今度はバリアが引けなかった。我らに許されるのは攻撃のみ。作戦は簡単だ。やられる前にやるのみよ。防御は捨てろ。この攻撃に全てをかけろ敵に盾を掲げさせるな。このまま沈めるぞ盾破壊成功。カタリストパルスで強化されたパルス攻撃で一気にミサイルも破壊せよミサイル破壊を確認。敵の弱体化に成功だ。しかしバリアが4しかない。耐えろ、耐えてくれフラッグ攻撃が来たが最大値の半分程度。いけるぞ敵の戦隊 HP は6だが攻撃手段が足りない。削りきれないか。惜しいあと2だ。バリアを張って敵の最後の攻撃に備えるぞ。この攻撃を耐えろ。勝利は目前だ。即席フラッグ来るぞおお、バリアが吹っ飛んだが戦隊ダメージはほぼなし。最後は華麗にとどめを。ミサイルサポートサービス、ご利用ありがとうございました。なんか変なのがとどめさした。誰だよお前。そんなことより報酬アップと。新しいリソース装置と前に売り払った AI コア、あと追加のカードでした。そしてボスを倒し英語でまくし立てるレイム。いや未翻訳なだけです。まあこれ先行配信版だしこの辺はしゃあなしか。とりあえず結構難しかったけどクリアできて満足であります。なかなか厳しい世界だったがこれでゲームクリア、宇宙の旅も終わりだな。おっつー。ってこれ次のステージあるやないかーい。俺たちの戦いはこれからだー。ってな感じのブリーチウェイでしたがいかがだったでしょうか？まだまだカードデッキとか全然強化できなかったし、この後どれだけ強くなれるか気になるぜ。9月27日発売予定なので気になる方はお手に取ってみるのもいいかも。当チャンネルはこんな感じの動画他にも上げてるので、よかったらチャンネル登録よろしくだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。